はい、皆さんこんばんは。サムライアルファです。一日の終わり、静かな夜の時間にお付き合いいただきありがとうございます。街の明かりが落ち着き、昼間の喧騒が遠ざかっていく頃、車好きという生き物がふと愛車のことを思い出します。今夜はまだ会えない愛車の話をしようと思います。私のアルファロメオ 4C。それは昨年12月10日のことでした。冬の空気が澄んでいて、エンジン音がいつもより遠くまで響くような季節。いつものように家の外へ出ると、そこには芝生の駐車場があります。立派なガレージではありません。ただ静かな芝生の上に一台の赤いスポーツカーが佇んでいる。朝露の残る芝生の上で低く構えたミッドシップのシルエット。それが私の 4C でした。ドアを開け、カーボンモノコックをまたぎ、小さなコックピットに体を沈める。そしてこの車はスタートボタンではありません。昔ながらの鍵。キーを差し込み、ゆっくりとひねる。セルモーターが回り、次の瞬間、ドンという振動とともに背中で目覚める。1750cc ターボエンジン。この瞬間が私は好きでした。現代の車はボタン一つでエンジンがかかります。けれど鍵をひねるという動作には小さな儀式のような感覚があります。キーを回す。セルが回る。そしてエンジンが目を覚ます。機械を起こす時間。その瞬間が何とも言えず好きでした。そしてこの車は現代の車とは少し違います。遮音材はありません。エンジン音は遠くではなく背中でうなる。ターボが空気を吸い込み、排気が弾ける。機械が生きている音がそのまま車内に流れ込んでくる。そしてもう一つ、この車にはパワーステアリングがありません。ステアリングを切ると路面のすべてが手のひらに伝わってくる。タイヤがアスファルトをつかむ感触。荷重が移動する瞬間。車と会話しているような、そんな感覚。車は機械です。けれど時々魂が宿る。アルファロメオはそんな車を作るメーカーです。合理性より情熱、効率より感情。それがアルファロメオです。夜の首都高速、湾岸線を流しレインボーブリッジを渡る。東京の明かりがフロントガラスに流れていく。その中を小さなミッドシップスポーツカーが走る。大きな GT カーの中で 4C はとても小さな存在です。けれどアクセルを踏み込めばその軽さがすべて加速に変わる。体が前へ吸い込まれるような加速。あの感覚は今でも体が覚えています。けれどその日、昨年12月10日、少しだけ違和感がありました。ステアリングに伝わる小さな振動。最初は気のせいだと思っていました。けれどその違和感は少しずつ確かなものになっていく。そして足回りのトラブル。4C は静かに走行不能になりました。車は機械です。いつか壊れる。それは誰もが分かっていることです。けれど愛車が動かなく瞬間というのはやはり少し胸にくるものがあります。今芝生の駐車場に 4C はいません。そこにあるはずの赤いボディがない。エンジンの振動も排気音もない。ただぽっかりと静かな空間があるだけ。芝生の上のその空間が少し広く感じる夜があります。けれど音だけは覚えている。ターボが立ち上がる音、アクセルを戻した時の破裂音。それらは今でも記憶の中で走っています。昨年12月10日、4C が走れなくなった日。けれど
これは終わりではありません。ただの少し長いピットイン。そしていつか芝生の駐車場にまた赤いボディが戻ってくる日、キーを差し込みゆっくりとひねる。セルモーターが回る。ドンという振動。その瞬間、私はきっと思うでしょう。ああ、帰ってきたと。今夜もどこかの道でエンジン音が響いています。そしてその音の中にはきっとあなたの物語もあるでしょう。それではまた次のドライブでお会いしましょう。サムライアルファでした。おやすみなさい。皆さんにも忘れられない車ありますか？